世はまさに編み物時代。どうも、なぞらです。先日ニュースで見たのですが、ここ最近 SNS が火付け役となって若者に編み物ブームが到来しているようですね。かぎ針編みキットが人気で、特に25歳から35歳までの若年層の受注が急増しているとか。Z 世代のトレンドとして推し活やガチャ活に続く趣味として編み物が注目されているということで、もう私もその昔、かぎ針編みにハマっていろいろ編んでおりました。いや、まさか令和になってこんな編み物ブームが来るとは。よっしゃ、このブームに乗っかってなんか動画作ろうと意気込んだはいいんですが、ブームの影響か調達先の100均にゲートがない。いや、家に余ってんじゃん。ということで、じゃあ何編もっかな。版権に引っかからないオリジナルなもの。余ったゲートで何作ろう。糸巻き巻き糸巻き巻き引いて引いてトントントンってことで VTR スタート。さて、今回のお題はこちら。ドゥドゥン。タマと不思議なラジオのタマでございます。ただいまの時刻3月16日14時31分、動画を上げるのが3月21日金曜日ということで、1週間切ってんのにまだ動画を作ってないっていう感じですね。さて、今から編み物 RTA ということで、編み図なんてあるわけがない。なんて言ったってオリジナルキャラクターだから。ということで、このイラストを見ながらですね、適当に編みぐるみを作っていこうかなと思います。さて、玉の材料がこちら。毛糸、フェルト、綿、ヒゲ部分のモールと磁石ですね。はい、それでは早速編んでいきたいと思います。まずは頭からですね。こんな感じで 2D の画像から編みぐるみを作るとき、私理論なんですけれども、だいたい頭は6の倍数、耳は3の倍数、手は4の倍数って感じでですね、わりかしこの3、6、4を、頭の中に入れておくと、なんとなく形が作れていけるかなと思います。こうやって作るときにですね、頭の中にある方がふわーっと思い浮かんでくるんですけれども、マジで久々にしてベラベラここの部分を取り直ししよったら、今だいたい2時40分ですね。さて今日中に編めるのだろうかということで、ここからは倍速でお楽しみください。マジで久しぶりに会うから編むから編み方を忘れてる感じもしますが、まずなんかこんな感じでね、輪っかを作って編んでいくんですね。動画を撮りながら編んでいくっていうのをやったことがないからな。うまく撮れるかな。はい、ということで、だいたい15分ぐらい編み進めていったらこんな感じですね。途中ですね、一回この携帯を今 iPhone6 で撮ってるんですけれども、携帯を落としてしまい画角調整から入るというね、ハプニングが起きましたが、大体これで6段ぐらい編めた感じです。で、6段で36目ですね。で、36目ぐらいまで編めたら、あとはちょっとこう顔の幅を作っていくので、同じ段数36目を何段か編んでいこうかなと思います。ここら辺はもう微調整ですね。36目を結局5段編むことにしました。で、2度目の画角調整っていうことでね、6名36名何段編んだかなっていうチェックをしていってたら、このポールが倒れるっていうね。今ちょっとこの配信環境がね、ちょっとまだ整ってなく、配信じゃないね、動画撮影の環境が整っていなくって、今がポスターの筒に、このスマホのひっつき棒みたいなやつを取り付けて、
この作業台のね真ん前に置いて作業するという、もうポール倒れたらアウトみたいな感じの状況で今撮影をしております。はい、ということで36段まで編めた後はここからは目数をどんどん減らしていくっていう感じですね。なので、36、24ではね、嘘ついた。36、30、24、18、12、6っていう感じでですね、この目数を減らしていくと綺麗な球体になっていくっていう感じですね。今この状態で半球の形になっています。で、意外とこのゴム手袋優秀だな。スマホがこのまま触って操作できるっていうのと、大体こう編み物やってる時って手の水分が全部奪われていくけれど、これやってると手カサカサにならないっていうちょっといいポイントがありましたね。よし、では早速続きを編んでいきたいと思います。はい、ということで2段目と同じ倍数12目まで減らすことができました。で、ここまでしたらですね、あとは綿を詰めて、このね、穴が開いてるところを縛っていきます。なんかレモンみたいな形になってますけれど。で、最後、ここの穴を塞いでいくときのために、ちょっとね、最後の方、糸を長めに切っておきます。わ、コロコロだった。よいしょ。おり。で、紐をビビビビビーっと引っ張り出して、よいしょ。さあ、綿を詰めていきます。詰め終わりました。なんかゴム手で触ってるからかな、なんかすげえ手がファサファサ出てきてるけど、まあここら辺はちょっと後で処理していきましょう。で、こんな感じに詰め終わったら、あとは、閉じ針で穴を塞いでいきます。はい、まあ、こんな感じに下げ終わりました。で、こっちの方は後で胴体とひっつけるので、この紐はねそのまま残しておきます。で、あと頭の上の方の処理ですね。一番最初の作り目の部分も同じように閉じ針で処理していきます。まあ現在時刻3時27分。はい、ということで胴体を編んでいきたいと思います。胴体もね頭と作り方は一緒です。ただ頭は全部、最終的に6の倍数、36目まで編んでいきましたけれども、胴体の場合は早めに段数を増やしていこうかなと思うので、だいたい3段目4段目24目ぐらいまでなったらちょっとこう段数を増やしていって、最後はちょっと丸みを帯びさせたい、お尻の部分は丸みを帯びさせたいので、そこから、体と同じ36目、体じゃないの、頭と同じ36目までして最終的に目数を減らしていこうかなと思います。はい、ということでやっていく。よいしょ。で、はい、今で胴体部分を24目から30目まで増やしたところになりました。で、さっきからちょっと何回かこうやって確認してるんですけど、果たして耳、手、尻尾まで作って足りるのか、毛糸っていう感じでですね、これ余り物の毛糸だからマジでないかもしれない。もうそしたらちょっと尻尾と耳と手と足なんか色が違うやつになるかもしれんけど、まあいいか。よし、では続きを編んでいきます。はい、で胴体の綿も詰め終わりました。
でここでポイントがですね、一番最初に出した磁石ですね。これを入れることによって体がねすごく安定するんですね。こう座らせた時とかに重みで後ろに倒れたりしないので、私は編みぐるみを作る時は大体この磁石を入れてますね。さあ、残りの毛糸、これで耳と手と足と尻尾、微妙、足りるかわかんない。はい、でボディが完成しました。で先にくっつけててもいいんだけど、くっつけとくか。はい、頭とボディがひっついた感じですね。でいらんところの紐は切っていきます。毛糸を切っていきます。よいしょ。はい、こんな形になりました。さて次は耳を作っていこうと思います。マジで正直毛糸が足りるかどうか不安。そして本当にね、家の中にあった余り物の毛糸で作っているので同じ色がないっていうのが難点ですね。急遽作ろうって思ったのがきっかけだったから、まあしゃあない、作るか。よし。で耳は3の倍数でやっていきます。だから最初の作り目のところも3で編んでいきます。ということでとんがりコーンが2つできました。ということで耳がひっつきました。さてあとは問題の手足ですね。ちょっと手足については形を簡略化、もともとはこういう感じの足を作りたかったけど、糸の関係上もう残りの毛糸がこれだけですね。なので手と足を同じ形状にしてちょっと糸の消費を少なめにしていきたいと思います。はい、ということで腕が2つ完成しました。残りの毛糸これだけ。さあいけるな。なんなら尻尾までいきそうな気がしてきたぞ。よし、ということで足2本編んでいこうと思います。はい、ということで全てのパーツを編み終わりました。いや、途中糸足りるかなと思って、よっしゃと思って足をね当初の形にやってみたら、やべえ尻尾足りねえってなって、どうしようと思ったらギリギリ編むことができました。はい、皆さん気になってると思いますが、残りの毛糸ゼロ。もうマジで端のね処理をした糸くずしか残っておりません。ということでなんとかギリギリパーツを全部編み終わることができました。よし、ということで無事全部のパーツをひっつけることができました。あとはこれにフェルトでお腹と顔と作って完成ですね。はい、
てなわけでラストスパート。いつの間にか出来上がっているフェルトパーツ、あとはこのフェルトパーツをですね、この猫のボディにどんどん貼り付けていきたいと思います。フェルトパーツ貼り付ける前にまずはヒゲからですね。ヒゲ、大体ここら辺かな。はい、ということで、あとはボンドがしっかり乾ききるのを待つだけですね。いやー、ゲート足りてよかった。まあ皆さん何か作るときは材料を多めに準備しておくことをお勧めします。ということで、ナナトラのオリジナル絵本のキャラクタータマが完成しました。可愛くできて満足。今後絵本作ったらまたキャラクターの編みぐるみを作ろうかなと思います。今回のタマという猫が出てくる絵本の動画も公開しておりますので、ぜひそちらもご覧くださいね。では次回のトライカラーズもお楽しみに。